今回はね、キャラを原作に似せるときに気をつけるべき2つのポイントっていうのをね、紹介していきたいと思います。皆さんこんにちは。お絵描きバーチャル YouTuber のゆきまえるです。今回はこちら、つばきさんのイラストを添削していきたいと思います。僕が今めっちゃくちゃハマってる推しの子の星野アクアマリンくんのファンアートになります。パッと見もうめちゃくちゃかっこいい。絵もね、すっごい上手だよね。マジで最高。アクタンの妖艶さが溢れ出てて、もうすっごい魅力的って感じ。で、こんなに上手な絵、一体何を添削するのって感じだと思うんだけど、つばきさんからメッセージをいただいてまして、はい、こちら。悩んでいることとしては、精一杯書かせていただいたものの、全く別人のように見えてしまったので、どう修正すれば本人に似るかが知りたいです。よろしくお願いいたします。ということなので、今回はね、キャラを原作に似せるときに気をつけるべき2つのポイントっていうのをね、紹介していきたいと思います。では、早速やっていくんですが、まず1つ目のポイント。それは、色です。はい、こちらがね、アニメ公式サイトに載ってるキャラクターイラストなんですが、どうみんな気になるところなんかある？そうなんだよね。髪の色が思ったよりオレンジなんだよ。でもこちらのね、つばきさんのイラスト、透き通ったシルバー寄りの金髪って感じのね、髪の色になっちゃってるから、そこでね、少し印象がずれちゃってるのかなってね、僕は思いました。なので、まずね、ここを手直ししていきましょう。色をつけていくんだけど、上の方がね、黄色っぽい色で、下の方がオレンジっぽいグラデーションになっているので、そこをね、反映していきたいなと思います。後ろのね、青いカラーリングね、めちゃくちゃ綺麗でいいんだけど、少しね、印象が大きく変わっちゃってるから、ここもね、青い感じは残しつつ、オレンジに寄せていこうと思います。はい、こんな感じで手直ししてみました。どうかな？元イラストがこんな感じで、直した後がこんな感じ。印象はかなりね、原作に近づいたんじゃないかな。ファンアートを描くときに、描いたキャラクターをみんなに分かってもらいたいって思ってるときは、まずね、色を原作に寄せるっていうのがね、すごい大切なことなんで、これを覚えといてください。実はこれ僕も数年前にね、特に意識するようになったことで、意外にね、意識が漏れやすいポイントなんだよね。今ファンアートを描くときは、色はね、すっごい意識するようにしてる。ぜひ皆さんも色の印象がね、原作と離れてないか、しっかりね、チェックしてみてください。色ならね、描いた後からでも調整しやすいから、最後にね、原作と見比べて印象に違いがないかなって確認してみるだけでも全然違うと思います。はい、で、次のポイントは、特徴です。人気なキャラクターには大体特徴的な部分があるんですが、その特徴をしっかり抑えるっていうことがキャラクターを表現する上でとても大切なんです。で、アクアマリンくんの特徴なんですが、まずね、こちら、右目のキラキラ星ですね。で、これはしっかりね、描かれてるから、もうね、そこでこのイラストがアクタンだってわかるんだよね。もし目のこの星をなくしたら、髪の色も戻すと、もうね、アクタンってわからなくなっちゃうんだよね。これからわかるように特徴を盛り込むっていうことってすごい大切なことなんです。で、こちらのイラスト、目のお星様はしっかり描かれてるんだけど、もう一つの特徴がちょっとね、わかりづらいんだよね。で、そのもう一つの特徴っていうのは、アシンメトリーな髪型です。アクアマリンくんは、この右目が大きく出ていて、左目がほとんど隠れてるってのが大きな特徴なんだよね。だけど、こちらのイラスト、ここの空いてるところのゾーンを見てみると、こんな感じで右目と左の前髪の開き具合がほぼね、同じぐらいの量になっちゃってるんだよね。
もちろん、椿さんの気持ちすごいわかるんですよ。確かにアクタンは髪がね、前に降りてきてるっていうような表現の時もいっぱいあるし、長い時もね、ある。特にこのタートルネック姿のアクタンの時なんかは、髪がね、結構長めだったような記憶もある。それに何より、前髪がね、手でくしゃっとなっている感じ、ドキッとする仕草、そんなね、イケメン仕草が描きたかったのかなっていうのもね、すごいわかる。わかるんだけど、特徴となる部分だから少しだけでもいいのでね、特徴をしっかり盛り込んでいくといいんじゃないかなって思います。実際にやってみましょう。はい、こんな感じで大きく印象は変えずに、でもしっかりとここのサイズに差が出るように、アシンメトリーになるように少し手を加えてみました。元がこれで、手直ししたのがこっち。ほんの少し変えただけなんだけど、ちゃんとアシンメトリーっていう特徴を絵に組み込んだだけで、さらにアクタン感が増したんじゃないかなって思います。元のイラストと見比べてみるとこんな感じ。どうだったでしょうか？描いた絵がなんか原作と似てないなって思った時は、色、特徴、この2つをぜひチェックしてみてね。以上、イラスト添削企画でした。なんと、僕の初書籍、大切なのは練習や勉強だけじゃない、絵が上手くなる5つの習慣が発売決定です。ぜひゲットしてください。また、この動画が役に立ったっていう方は、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは、またねー。